はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は、これでいこうかな。はい。ピンタットかな。リッツ・カールトンの大阪をご紹介したいと思います。なんだかんだで、私が来るのは、宿泊はもう1年くらい来てないんじゃないかなと思いますが、久しぶりに来て、前回の動画と違うお部屋に泊まることができたので、ご紹介したいと思います。では、早速、お部屋までの様子とお部屋の中の様子とってありますので、ご覧ください。
はい。では、お部屋ご紹介したいと思います。今日は前回とちょっと差をつけますと言いますか、工夫を凝らすということで、ターンダウンの後の状態になります。なので夜のね、こう光の雰囲気も見ていただけたらと思います。はい。お部屋の場所は、エレベーターを降りまして、ちょっと何回か曲がったかな。はい。で、この2901っていうお部屋です。はい。入るとまず、これは化粧台とかかな。で、右側にベッドルームとかリビングスペースで、左側がバスルームとかになってますので、今日はクローゼット、バスルーム、メインのリビング、ベッドスペース行こうと思います。はい。で、まず、クローゼット。こんな感じ。よいしょ。はい。金庫あります。アイロンあります。これはランドリー系のものを入れるやつかな。はい。靴磨きサービスって書いてありますね。はい。で、こちらに、ここに、ちょっとランドリーサービスを送るやつ。最後は空でした。よいしょ。で、こちらにパジャマあります。パジャマはズボンタイプです。で、奥にバスローブあります。こんな感じ。閉めます。よいしょ。よいしょ。痛い。今、これは事故ですが、今回は、あえてこのままいきます。ちょっと指に挟んじゃいましたね。ちょっと事故。はい。で、このままもういきます、今回は。で、こちらが、私映っちゃってるな。ちょっとなんかうまく映さないようにしたいけど、しょうがないですね。こちらが、洗面台。2機のタイプで、白でね、高級感あっていいかなと思います。で、こちらに、バスソルトが3種類あります。バスソルトメニューって書いてあるので、こんな感じ。カモミール、ラベンダー、ローズの3種類があります。で、アメニティはここに入ってます。で、下に、はい、ドライヤーあるので、ドライヤーを開ける間、こんな感じ。私ちょっと見えちゃいますが、もう今回ね、鏡が多いんで、しょうがないです。ちょっと指に挟んだのが、思ったより痛かった。はい。で、はい、いたします。あれこれはすごい。はい。レプロナイザーの、これは、27D って言えばいいんですかね。27ですか？はい。こんな感じです。レプロナイザーのいいやつが設置されております。で、お風呂はこんな感じ、バスタブは。十分ですね。で、こちらがシャワーブース。で、シャワーブースは、シャワーはね、こう、動かせるタイプではなくて、固定式です。これはこれで割り切れていいのかもですね。で、アメニティは、アスプレーがね、なくなってしまったので、ディプティックです。はい。これはね、ちょっと苦手な方もいらっしゃるみたいですが、匂いはね、好み分かれちゃいますね。で、お手洗い。これはタイプですね。はい。ご苦労様です。はい、失礼します。はい、こんな感じの、水回りでした。で、こちらに化粧台みたいになりますが、これはね、多分、空なのでもう2つだけ開けます。カラカラでした。で、ミニバー、こちらにあります。はい、こんな感じで水もありますし、アイスペール。氷はターンダウン後なので入っております。アイスペール、ケトル、ネスプレッソのですね。で、これは今音鳴っちゃったんで、これは多分ちょっと音カットで、ちょっと紅茶、よいしょ、エスプレッソの上に置いてあるという、こんな感じでコーヒーの入っております。紅茶はないかな、これはシュガーのみです。エスプレッソのコーヒーのあります。ちょっと別けすぎてますね、今日は。ちょっと音いくつかカット。で、ここにおやつあります。よいしょ。あれ紅茶がないあれネスプレッソのやつですもんね。これこんな感じで。はい、一通り入っております。紅茶のやつどこかな？ネスプレッソの中に入ってると思ったんですけど、ないですね、シュガーって感じなので、紅茶ないのかな？ちょっと意外。どこかにあるかな？はい。で、リビングルームは、こんな形になっております。結構広いですよね。で、今日はちょっとね、眺望がそんなに見えるお部屋ではないので、
ちょっと今日は、これ自動なのでね、眺望は特にありません。ビルのね、中にあるっていう感じでした。はい、こんな感じのリビングルームです。で、このテーブルのところに USB と通常のコンセントあるので、パソコンの、ね、作業もしやすいかなと思います。はい、こんな感じ。結構、ここ広いので、ヨガマットとかでも使えるかなと思います。で、巨峰かなが置いていただいてあります。こんな感じ。ソファーもね、かわいいポイントです。はい。で、ターンダウン後ということで、お布団セッティングしていただいてあります。チョコレートもあります。で、ベッド脇は、コンセントはないかもですね。一番下あったりする。ないですね。はい。ベッド脇にはコンセントがないので、要注意。発見したらまた後で写真あります。はい。で、こちら行きましょうかね。この辺はインテリアという感じで、こっちには USB と通常のコンセントあるので、向こうのみかなありません。はい、こんな感じ。で、朝食のメニュー、こちら置いていただいてあります。はい、お部屋、こんな感じ。ちょっと暗いので、ね、ゆっくり動かします。こんな感じの、結構広いですよね。いいお部屋じゃないかなと思います。はい、お部屋はこんな感じになります。では、今日は、この後、プールとバー、写真など紹介できますので、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちら、リッツ・カールトンの大阪をご紹介したいと思います。もう木ですね。なんか、前から木だったのかな。最近はね、この木のルームキーでリッツ・カールトンさん統一されてるなっていう感じがしますが、なんかクラブフロアとかだとまた違うキーになるかもっていう感じですね。はい。で、私がこのリッツ・カールトン大阪さんに来るのは、ちょっとね、冒頭でも話をしましたが、もう多分1年とか1年半ぶりぐらいの宿泊になると思うんですけど、やっぱいろいろね、大阪のホテルも泊まって、久しぶりに泊まった感想としては、やっぱりね、リッツ・カールトンのホスピタリティの、安定感というか、素晴らしいホテルだなっていうのは感じました。もうドアマンの方から、レセプションの方、ちょっとね、ロビーラウンジとかでお茶を飲んでる時の接客の感じとかもね、含めて、さすが、リッツ・カールトンさんだなっていう感じはしましたね。はい。で、フォーブストラベルガイドでも、5つ星を多分取ったと思うんですけど、5つ星ですよね。ちょっと間違えてたらまた訂正出すかもですけど、2023年5つ星だったと思いますので、ホスピタリティをね、重視する、フォーブストラベルガイドで5つ星ということで、さすがでしたね。はい。で、前回がエグゼクティブスイートっていうお部屋だったんですが、今日はジュニアスイートっていうお部屋だったんですが、私は、これはもう思ったまま、私の主観というか主観ですけど、エグゼクティブスイートよりもジュニアスイートの間取りの方が私は好きでしたね。で、一人なので、これといったね、プライバシーをね、守るような部屋が必要ないっていう感じもあるので、このデスクとベッドが同じで、広さも感じて、この部屋がね、結構好きかなっていう感じが私はしました。で、だいぶ期間が経ってるので、そのね、古さっていうところが気になる方がいるのかっていう感じなんですが、ここはもしかしたらキリッとしたデザインのホテルの経年劣化とか雰囲気の変化よりも、クラシカルなテイストのホテルの方が、そういう変化はね、感じにくいのかなっていう気はしますね。なので、感じないですね。外観がちょっとね、今の建物のデザインと違うとかっていうのは、ありますけど、中に入ってしまえば、この、リッツ・カールトンさんのコンセプトとかデザインが、時間が経ってもね、いい雰囲気っていうのは、こういうホテルのいいところかなっていうのを改めて感じました。はい。で、レセプション周りとか、ロビーラウンジとかの廊下とかの雰囲気も含めて、この雰囲気がね、リッツ・カールトン大阪さんの魅力に感じるところかなと思いますので、これはこれでね、やっぱ良かったなっていうのと、6階かな ?5 階か。5階にレストランとかバーとかがあるんですが、そちらは宿泊棟から行くと、同じね、景色が続くんで、
迷うっていうのになりますけど、そういうのも含めて、楽しいホテルだなって感じがしました。はい。で、今回は、前回と違うポイントとして、まずバーちょっと見てきました。で、バーは実は、お休みだったんですよ、今日。なんですけど、扉が開いていて、近くにいるスタッフの方に、お声掛けっていうと私に用がかかっちゃってるか。ちょっと声をかけたら、撮影はね、OK ってことだったので、誰もいないところで撮影だけしましたが、かっこいい感じのね、バーもやってる時なら来たいですね。で、今は、水曜日がお休みってことなので、私が泊まったっていうか泊まってるのが水曜日なんですが、ここだけ休みだったっていうね、ちょっと辛い感じかなって感じです。はい。で、もう一つ、夕食を、中華料理のお店でしてきましたので、中華料理のお店の店内と、食べたものはさすがに携帯で1枚ぐらい撮った感じがしますが、リッツ・ガールトンさんのしっかりしたレストランということで、そういうところにでね、一眼で撮ってるっていうのはあんま良くないので、一眼は持ってってないので、1枚ぐらいみんな撮ってる雰囲気のね、タイミングがあったんで撮ったかなと思いますが、撮れてたら載せようと思いますが、やっはって言っちゃいましたけど、やはりね、美味しかったですね。はい、っていう感じで。あとは、ピザ食べました。なので、これは、昼食という感じかな。来て早めにピザ食べたので、ロビーラウンジで食べたピザ載せますが、ロビーラウンジは、横にあるイタリア料理のお店からアラカルトメニューだけは持ってきていただけるので、食べ物は結構実は豊富なので、ロビーラウンジで、ケーキとかと軽い軽食をね食べるのもありかなと思いますので、こちらはそれならイタリア料理のお店で食べたいっていう方はね、そちらに行くのがいいかなと思いますが、ちょっと私がシャワー浴びたところなので暑いですか。そんな感じですかね。あとは今日は、夜閉店というか閉まるタイミングでプールも取ることができたので、プールも載せとこうと思いますが、私は前回来た時は冬だったからなのか、私がプールにはまってなかった時だからなのか分かんないんですけど、リッツ・カールトン大阪さんにプールがあるイメージがなくて、なのでプールを探しもしてなかったんですけど、いろいろねホテルの知識もついてきて、プールがあるってことは分かったので、プールもお邪魔してきました。はい。プールはジャグジーもね載せようと思いますが、ジャグジーは外にあるので、これ意外とね外のジャグジーが楽しそうだなと思ったのと、こちらのプールは私は夜じゃないとねちょっと撮影ができないので夜撮ってきましたが、昼間の方がね外の緑と中のプールの色とがコントラストが綺麗で、写真映えするというかフォトジェニックなのは昼間の方かなと思いますので、携帯とかでね、人が全く映らないっていう状態なら確認して撮っていいって言ってもらえるんじゃないかなって気がしますので、はい。そんな感じで、もしもインスタとかにね載せる写真を撮りたいっていう方は昼間の方がいいかもっていう感じですが、昼間は人がね映らないように撮るっていうことと、それ確認してからの方がいいと思いますので、ホテルが一切禁止っていうところももちろんあると思いますので、はい、その辺はご注意いただいて確認いただいて撮っていただければと思います。はい。そんな形ですかね。はい。今回はバーと中華料理とのお店と、プールに行けたので撮ってきたっていう感じと、久しぶりのリッツ・カールトン大阪さんだったので動画にしてみようかなと思って撮りました。総じてね最後に、総評ですが、やはりねこの安定感といいますか、さすがだなって思うところがいろいろなところで多かったですね。また大阪来るときはやっぱりねたまにお邪魔したいなと思いました。はい。で、大阪はこのエリアは、マリオットグループで、オートグラフコレクションができたり、ヒルトングループでボルドーフ・アストリアさんとかですかが来たり、フォーシーズンが近くにできたりと、ホテル激戦区になるので、こちらもね楽しみだなと思います。あとは2026かなにカペラのね、経営母体のホテルも来る予定っていうことをお聞きしてますので、楽しみな大阪だなっていう感じがしますが、ホテルのスタッフの方々はねまたちょっと大変だなと思いますがはい、ホテルラバーとして楽しみにしてます。はい、ということで今日はこちらリッツ・カールトンの大阪ですねをご紹介しました。はい、ありがとうございました。では今日はこんな感じで失礼したいと思います。